こんにちは、トバログです。いや、久しぶりに晴れましたね。最近雨続きで、なんかちょっとなみたいなどんよりする気持ちだったんですけど、ちょっと気持ちいいので外で動画を撮ってみています。今回はファーウェイジャパンの提供でお送りするんですけども、普段日常的にどのぐらい運動しているのかっていう動画です。トバログ普段ね、実は全然運動してなくて、部活とかはやってたんですけど、今はね本当に動画編集をして子供と公園に行ったりとか、ちょっとねそういう外にミーティング出るとかぐらいしか動かないんですよね。なんですけど、割と日常疲れるなみたいな、割とこのなんか乗り換えの階段とか、あと1キロぐらいあるね隣の駅までちょっと歩いてみるかとか、意外としてるなとか思って、これ結構東京で生活してたら普段過ごしてるだけでも意外と運動してるんじゃねみたいな気持ちがね割とあったりして、実際それで運動をどんぐらいしてんだろうみたいなのを計測していきたい感じですね。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで早速紹介していくんですが、こちらがファーウェイバンド10ですね。いいですね、このコンパクトな感じ。これは何なのかっていうと、いわゆるスマートバンド的なやつですね。もちろんこんな感じで時計としても使えるんですけど、どっちかっていうと使い方としてはこのワークアウトって言って、運動なんかいろんな100種類ぐらいのランニングとかサイクリングとか水泳とか、そういうのがねこうやって計測できるほか、こんな感じで睡眠トラッキングって言って、寝てる時にね自分がどのぐらいの感じで寝てるのか、何回起きたのか、そして睡眠の質はどうだったのかとか、そういうのをね、気軽に測ってくれる感じの、スマートウォッチとリストバンドの間ぐらいのアイテムっていう感じです。でこのねファーウェイバンドに関しては結構前から出ていて、今ね10世代目なんですけど、なんか結構気になってたんですよね。割とこれ結構コンパクトで小さいじゃないですか。薄さもなんか 8.9 ミリぐらいで、重さがなんと15グラム程度しかないっていうところで、寝てる時でもね、結構装着して寝てても違和感そんなにないのかなとか、そしてこのカラーリング個人的には好きですね。この感じ、画面部分はね有機 EL なので基本的に黒いんですけど、横のこのベゼル部分とかもこれアルミニウムエディションっていうアルミニウムでできてるんですが、ちゃんとね金属で切削されて滑らかな感じになっていて、それでいてこのバンドですよね、柔らかくてこのふにふにな、なんか肌に優しい素材を使ってるらしいんですけど、結構こうやって身につけててもなんかシンプルな感じで日常的に使えそうなのがいいところです。で結構すごいなと思うのが、こんな感じでカラーのラインナップがたくさんあるんですよ。こういう系って多くても3種類ぐらいかなと思うんですけど、7種類から選べるのは結構嬉しいなと思います。でかつこれ結構いいんじゃないっていう感じのカラーリングで言うと、これ実はねプラスチックの通常モデルなんですけども、通常モデルもアルミニウムに近いような風合いになっていて、こちらはね、ピンクとブラックが展開されているっていう形です。このピンクの感じとかは結構ねこの季節にめちゃくちゃマッチする感じがありますね。柔らかいピンクで可愛い。ちなみに今回のファーウェイバンド10になって何が変わったのかっていうと、主にねソフトウェア的なところなんですけど、睡眠の分析が結構進化してるっぽいんですよね。これまでのやつとかだと、1日単位でのねモニタリングでその日のなんかアドバイスみたいなのくれたらしいんですが、今はね1週間単位で睡眠状態とかを検知分析してくれるみたいです。やっぱねフリーランスになって思うのが、睡眠が一番ね健康状態に影響するところなので、その辺モニタリングできるのは熱いですね。睡眠以外でも日常的なストレスレベルとか、その辺もね検知してくれるみたいです。今回のモデルで言うと HRV っていうらしいんですが、心臓の脈動の変動幅みたいな、心拍のこの感覚の変化みたいなところをちゃんとね、周期的に検知してくれて、自律神経とかそういうね、ストレス状態、情緒レベルみたいな、そういうところもねちゃんと測ってくれるみたいですね。こういう系のバンドってスポーツとかなんか歩数
数計とか睡眠トラッキングとかそういうイメージは結構強いんですけど、これによって、その身体的なところだけじゃなくて精神的な分析もちゃんとしてくれるっていうところで、その辺実際使ってみてどんな感じなのかとかが結構気になっていますっていうところで、ちょっと簡単に実際に見ていこうと思うんですが、表面はこんな感じですね。これは自分でねいい感じのウォッチフェイスを選んで使っているんですけど、こんな感じでなんかね最初からのプリセットだけじゃなく、いろんなクリエイターが作ったウォッチフェイスをこうやって使うことができるんですよね。例えばこういうあらゆる情報が一目でわかるタイプから、こういう本当にシンプルな情報だけを表示してくれるもの、そしてなんかこのスポーツっぽい文字盤だけのやつ、あとはこれ有料で60円ぐらいかかるんですが、こんな感じでね可愛いドット柄のやつとか、こういうねデジタルウォッチ風のものまで、なんかいろんな種類のウォッチフェイスをダウンロードできるんですよね。無料のものから60円ぐらいのもの、一番高くても270円とかなのかな、そのぐらいの金額帯で自分がいいなと思うウォッチフェイスをインストールすることができるんですよね。結構ね筐体自体がシンプルなので、こんな感じでウォッチフェイスによってだいぶねつけている時の印象が変わるっていうのが面白いなと思います。でこっちに行くとワークアウト、僕はそんなに運動をしないんですけど、ランニングだったり屋外ウォーキング、屋内ランニング、スイミングとか100種類ぐらいのねこういう運動に対応してるみたいですね。テニスとかそういうやつで、ワークアウトに関して今回スイミングの機能がねちょっと強化されたみたいで、スイミングのねどういう感じの泳ぎ方かの検出率がかなり上がっているみたいです。なのでスイミングを頻繁にする人ならこれで計測してみるのもありなんじゃないかなと思います。こんな感じで歩数をタッチすると歩数と歩いた距離が見れたり、カロリーが見えたり、そういうのがね結構あります。睡眠スコアも昨日はねしっかり寝てますね。こんなにちっちゃいのに心拍数とかもしっかりとねこう計測できますね。過去7日間で、あとは設定のメニューだったり、僕あんまり通知とか使わないんですけど、下から上にシュッてやると通知が見えたりとか、そういう感じで使うことができます。画面は結構小さめなんだけど、割としっかり情報を表示してくれるし、ぬるぬるサクサクに動くので、この辺はねストレスがあんまりないです。ちなみにバッテリー持ちに関しては最長で14日間で、実際に僕が使った感じだと1週間に1回充電すれば全然いいかなっていうぐらいの持ち方です。このサイズ感でそれだけ持つのは嬉しいですね。っていう感じでちょっとねざっくりと機能性とか何ができるのかを話してみたんですけども、実際どんな感じで今日常を過ごすと運動できてるのかみたいなところの方がね個人的には興味があるので、実際にこれを装着して普段生活してみたいと思います。Vlog 撮ってんですけどいいですか？ランチたくさんです。カバンの中身にも前出てもらいました。お久しぶりです。はい、ランチが終わって今午前中で3224歩歩いています。これからちょっとね秋葉原の方に行くので、来ました。勇者工房です。買いました。買い物結構迷ったな。これ3ヶ月ぐらい多分迷って、やっと購入に至ったんでめちゃくちゃ楽しみです。だいたいこの辺末広町あっち行くとあるんですけど、せっかくなんでガジェットとかをちらほら見ながら秋葉原駅まで歩いていく。秋葉原です。今ムーです。こういう Vlog には絶対に出てます。おしゃれなカフェで一息つけます。渋谷は意外と歩くんですよね。渋谷って活動なんかこういうのとか全部測れるんですけど、睡眠とか高級人、こんな松井人見たことない人って言えなくなっちゃった本自費出版っていう次の予定まで時間があります。次は3時から渋谷から中目黒歩いてこのぐらい5142歩です。カラフです。久しぶりだね、なんかね。久しぶり。こんな感じで時期
はい、もう今日は夜12時ぐらいです。今日はそんなに歩いてない感じだったんですけど、意外と8700歩歩いてますね。特に運動してないはずだけど、6.27 キロ歩いてますね。なんだかんだ結構歩いてます。一昨日がめちゃくちゃすごくて、これ11キロも歩いて15,800歩歩いてたみたいなんですけど、かなり歩いてるわ、これ。すごい。最近めちゃくちゃ歩いてるから、情緒もかなり快適な感じですね。快適。あとは割と睡眠トラッキングをしっかりとってくれるので、今12時でね、リセットされちゃっているから、今日も早めに寝ないと。じゃあ、おやすみなさい。おはようございます。今日はちょっとね、夜更かしをしていたので、朝はゆっくりめです。9時ぐらいに起きたんですが、7時間ぐらいは寝てんのかな。睡眠スコアめちゃ高い。睡眠スコアは割と高め。81。就寝時間がね、2時ぐらいですね。割と2回ぐらい起きてるのは、子供がね、トイレに行きたいって言って、ちょっとトイレに連れてったりとか、ちょっと起きて、腕枕みたいなのしてほしいみたいな、そういうタイミングが2回あったんで、それで起きてる感じですかね。こんな感じ。違うか。1回は自分でトイレ行ったのか。そんな感じで、睡眠スコアが割としっかり測れています。他のユーザーたちと比べると、やっぱ入眠時間が遅めです。はい、ちょっとこれから打ち合わせなので、屋外ワークアウトやってみています。自転車に乗ってるんですけど、ちょっとね、電動をオフにして走ってるんですが、めちゃくちゃ疲れる。心拍数も久々に100を突破してますね。まだ1キロ、2キロぐらいなんですけど、7分ぐらい走ってます。疲れる。めちゃくちゃ走ってます。一応こんな感じでね、アプリ上でどのぐらいの距離走ったかとか、GPS をこれ連携して教えてくれるので、結構正確に測れるのかなって感じです。じゃあ行ってください。スマホの方でこんな感じで心拍数とか見れます。やっぱね、上り坂とか多いところは結構疲れてますね。ずっとこの感じで走っていて、速度も意外と出てるな。もっと遅いと思ってたんですけど、電動自転車を手動で漕いでもそこそこの速度が出ています。やっぱ電車だと結構混んでるし、このね、疲れの後の緩やかに来る気持ちよさみたいなのって得られなかったりするから、仕事の合間走ったりとか自転車でがっつり移動するのは割といい感じな気がします。はい、ちょっとね、運動し終わってなんですけど、これ面白くないですか？ちょうど自転車を漕いでた時だけ情緒レベルが快適になってます。ドーパミンの本とかで読んだんですけど、運動をして得たね、ドーパミンというか快楽物質みたいなのってすごくね、長続きして心にもいいみたいなんですよね。そこがね、情緒に関与しているのか、はたまた全然違うのかわかんないんですけど、一応快適レベルが運動している時だけちょっと情緒が安定してるみたい。ちょっと面白いこれ。今10時36分で、これからね、寝ようと思っていて睡眠トラッキングしたいんですけど、今残り 3% しかないというところで充電をしていこうと思います。この付属の充電器で結構ね、短時間でもかなりのパーセンテージ充電できたはずなので、その辺はね、ちょっと寝る前に一瞬充電しようかなっていう感じで充電できるのはありがたいですね。じゃあちょっと充電をしていきます。ちょっと難点なのが、結構スピード充電はできるんですけど、USB Type-A のケーブルなんですよね。最近なかなか Type-A の端子って使わないので、この辺はちょっとね、Type-C にしてほしいなっていうところがあります。じゃあちょっと充電 3%、充電をここからしていきます。ちょっと子供に本を読んできます。本を読み終わって、今一旦ちょっと取り来たんですけど、どんぐらい充電したんだろう。めちゃくちゃ早い。51% になっています。さっきの時計で出てた何分だったんだかわかんないんですけど、52%。こんだけあればまた1週間近く持つのはすごいですね。ちょっとこ
これでまたやっていきます。はい、っていう感じでトバログは日常を過ごしています。で、実際にねこのファーウェイバンド10を装着し始めて2週間ちょっとが経ったので、実際にどんな感じだったみたいなところを紹介していこうと思います。スマートフォンの方がねいろいろデータをグラフで見やすいので、それでチェックしていきます。まずやっぱ歩数かな。そんなに運動的に言うと歩数ってあんまり意味のないあれかもしれないんですけど、こんな感じで結構ね歩いてますね。最初の3月3日とかは本当に東東京のエリアをなんか三越前で降りて秋葉原行って、でその後また神田に行って、でなんか戻ってくるみたいな、すごい歩いたなと思う日だったので、結構もうかなり歩いてますね。2万3000歩ぐらい歩いていたりして、確かこの日が12キロぐらい歩いてたんじゃないかなと思います。で結構ね顕著に歩いてない日があるんですけど、これはね家で動画を撮って、動画を編集してた日ですね。全然歩いてはないんだけど、一応ね動画撮る時って結構カロリー使うと思うので疲れてはいます。なんですけど、家にいる日はあからさまに歩いてなくて、ちょっと外に出ると8000歩とか7000歩1万歩ぐらい歩いたりする感じですかね。半日だとやっぱね5000歩とかそのぐらいなんですが、結構ね平均すると7000歩ぐらい歩いてるみたいです。距離にすると合計で77キロ歩いてる。すごいこれで、カロリーに関しては1日250キロカロリーぐらいですかね。おにぎり1個分ぐらいとかのカロリーを歩きとか運動で消費している感じだと思うんですけども、結構この日とかはずっとねトランポリン飛んだりしてかなりカロリーは消費していると思うんで、なんかアクティビティにトランポリンがあるともっと計測しやすかったかなとかは思ったりします。で結構個人的にはやっぱ睡眠大事にしたいところで、睡眠に関してはね1日単位だとこのぐらいなんかレム睡眠ノンレム睡眠みたいなの出てますよみたいなの出してくれたり、それはもちろんなんですが、こんな感じで週間単位とか月単位とかでも実際どのぐらい寝てるかっていうのをちゃんとねこうやって見せてくれるんですね。僕の場合だとこの2週間7時間30分平均寝ています。かなり日本人にしては寝てる方だと思うんですが、そういうのをね測ってくれますね。で入眠時間がねだいたい1時ぐらいにどうしてもなっちゃっているので、この辺ちょっと早く寝ないとなとかで結構細かくデータを取っていて、この浅い睡眠とかレム睡眠とか規則性みたいなのをちゃんとね全て測った上で、どういう風に過ごしたらいいのかみたいなのをなんかね AI が分析して、それでアドバイスをくれるみたいですかね。これ面白いのが、これをねクリックするとこのなんかねいびき検知というか、いびきした時に録音してくれる機能もあったりするんですよね。で今回からこのバンドシリーズだと新たに加わったのがこの情緒測定だと思うんですけど、こんな感じでストレスレベルとかそういうのがねだいたいこう分かるみたいです。この日めっちゃ疲れた日、この心拍の上下がめっちゃ強かった日はなんか快適って出てますね。やっぱ運動をするとちょっと気持ちがいいっていうのはこういうことなんだろうかっていうところなんですが、ちゃんとね運動をしたであろう日は快適のレベルがかなり増しています。この辺はなんかね微妙にストレスレベル高い感じになってるんですが、何かあったっけかな。仕事のしすぎとかで日常的に過ごしてる日とかだとなんかねこの紫色の不快っていう数値が出てるんですけど、こことかは土日月とかでちょっとね旅行に行ってたんですよ。海を見ながらのんびりね過ごすっていうちょっとね旅行に行ってたんですが、その時はね、こうやって見ると普通っていう日が多いんですが、割とねのんびり過ごせたこともあって快適レベルの方が高く、不快レベルはほとんどない感じですね。やっぱ大事だよなこういうの。旅行とかちょっとリフレッシュする時間っていうのは。はい、っていう感じで実際にねファーウェイバンド10を使って2週間ぐらい経ったので、良いところとちょっと気になるなっていうところを紹介しておこうと思います。まずやっぱ1つ目は何と言ってもこのサイズ感と軽さ、コンパクトさですよね。やっぱねこの感じでずっとつけっぱなしにしておけて、しかもある程度情報を大きめの画面、ちょうどいいサイズ感ぐらいでこうやってねテキストもね表示させられるっていうところはかなりね使いやすいサイズ感だなと
思っています。普通のスマートウォッチだと結構大きめなのでかさばる感じもあるし、逆に小さすぎるとねこの文字盤が見づらかったりするんですが、この辺はねすごくいいバランスでできているんじゃないかなって感じですね。やっぱウォッチフェイスですかね。個人的には本当にいろいろなウォッチフェイスをこうやってね種類選ぶことができて、さらに気になったものがあれば購入もできたりするから、こうやってね自分のスタイルとか服に合わせて着せ替えができる。そして筐体が結構コンパクトなことによってウォッチフェイスのね雰囲気がより強調されるっていうところが結構嬉しいなと思います。しかも今回の場合本体が合計7色展開されているので、自分の好きなスタイルで選びやすいっていうところが結構嬉しいのかなって感じがしますね。でここがいいなと思う点2つ目としては、このサイズ感なのに結構できることが多い点ですかね。ワークアウトの種類もいろいろなものがね100種類以上対応していたりとか、あと睡眠トラッキングはもちろんこの心拍を測る機能とか、情緒を測るとか、そういういろいろ身体的精神的に測れるところが多いっていうのがこのサイズ感ながらすごいなと思います。で画面は割とコンパクトめなんですけど、グラフでね今までどうだったかとかはこのねスマートフォン上でこのグラフをね週単位、月単位、年単位で見ることができるので、こことここはうまくこのサイズ感で補完し合ってるなっていう感じがします。そしてやっぱ嬉しいのは価格帯ですかね。結構こういういろいろできるものってなんかね数万円してくると、試してみたいんだけどちょっと高いなみたいな気がしてくるんですが、このファーウェイバンド10だとこのぐらいの価格帯なら挑戦してみようかなみたいな気持ちにさせてくれるぐらいのね気軽さがあるので、本当にね気軽に試しやすいっていうところがいいところかなと思います。かつこの本体購入代金だけでアプリも使うことができて、それらの機能をサブスクとかじゃなくて買い切りでねいろいろ使えるっていうのはやっぱファーウェイその辺強いなっていう気がしますね。実際に使ってみて良かったところはこんな感じですかね。で気になる点はというと、ワークアウトのオンオフ的なところですかね。結構日常的にこうやってね地下鉄の移動とかで歩いたりはしてると思うんですけど、どうしてもねやっぱ屋内ウォーキング、屋外ウォーキングとかちゃんと設定しないと詳しくね高低差とかその GPS とか動いてくれなかったりするので、この辺例えばこのしばらく歩いてそうだなみたいなところで自動的にこれ屋外ウォーキングにワークアウトに設定しますかみたいなポンって通知出してくれたら、そうだワークアウトに設定しなきゃとかね思ったりできるので、その辺があると嬉しいかなっていう気はしています。あとは個人的にはねトランポリンとかそういう跳ねる動きのワークアウトにも対応してくれるとよりねちょっと測定が楽しくなりそうで、その辺お願いしたいところです。はい、というところで今回はファーウェイバンド10について紹介してみました。結構日常的にねこのサイズ感なら使いやすいと思うので、ぜひ気になった人は概要欄からチェックしてみてください。それと気に入っていただけたらいいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。ともログでした。